洋服を買いましたのでご紹介します。エモズ、ドゥスドゥス、はいよ。でまず一つ目、スニーカーです。アシックスのスニーカーになります。こんな感じです。でこれはグレーと水色、配色が可愛いなと思って買いました。スニーカーちょっと気分を変えて新しいの欲しいなと思ってて、コーディネートのアクセントになりそうだけどあんまり主張しすぎてないやつがよくて、こういうのがいいかなと思って買ってみました。読み方っていうかわかんないですけど、ヌグっていう多分韓国の服のセレクトしてあるサイトみたいな、そこの通販でたまにお洋服買うんですけど、そこで買いました。かわいい。ここのなんかアクセサリーが可愛くて、いろいろ他にもいろんなのがあったんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。これの黒のリングを買いました。おお私ちょっと指が太いんでつける指限られちゃうかもしれないですけど、まあ、でも伸縮性があるんで一応入ることは入ります。今流行ってるビーズ系のアクセサリーですね。かわいい。チョーカーっぽい長さで、ちょっとシルバーのね、こういうのがついてる、これを買いました。夏にシンプルに無地の T シャツとかと合わせるためにこういうのアクセントになるかなと思って買いました。次はシルバーの普通のネックレスですね。こういうの持ってたんですけど、どっかに行っちゃって多分落としちゃったのかなんかしちゃってなくしちゃったんですよね。このシルバーのアクセサリー結構ちょっと使うんで、ちょっとないと困るなと思って、なんか安いのだったんですけどこれをちょっと買いました。次がこれです。水色とネイビーのボーダーのタンクトップを買いました。これね、これも脱ぐって買いました。もう夏、私結構タンクトップっていうかノースリーブとかタンクトップをまあよく着たりするんで、これはまあ絶対使うし可愛いし使いやすそうというか可愛いから買いましたね。絶対これはいっぱい着るだろうなと思います。伸縮性もちゃんと可愛い。チェックパンツ、これを買いました。これもめちゃくちゃ、まあ、夏の素材になるんですけど、なんかねちょっとネイビー、濃いネイビーのチェックパンツがずっと欲しいなと思ってまして、でちょっとなんかいい感じのをちょうど見つけまして買いました。これ ZOZO タウンで買いました。ちょうどこれも安くなってました。これもね普通に白 T、 シンプルな T シャツとかね、ノースリーブとかと合わせて着たいですね。次もボトムスになります。ブラウンのコットン素材のワイドパンツになります。これも脱ぐで買いました。後ろのこれも可愛い。ブラウンのパンツって最近結構いろんなのがあると思うんですけど、なんか色がね、これ写真で見た感じ良かったんですけど、実際見た感じもなんか結構良さそうで、生地感も結構なんかコットン100だったと思うんですけど、しっとりしてそうな感じでなんか良さそうです。ちょっと着てみたい。でシルエットもまあ普通のワイド、ストレートなワイドパンツのやつを買いました。かわいい。でもブラウンのパンツがね大好きなんです、私。かわいい。これ最後になります。でカーキのカーゴパンツ、これを買いました。これも脱ぐで買いました。ずっとちょっとカーキのカーゴパンツ、ちょっと今っぽいシルエットのカーゴパンツが欲しいなと思ってまして、まあユニクロとかでも良さそうなのはあったんですけど、違うところで買いたいなと思ってで買ってみました。
なんかカーキもね結構いろんな色があると思うんですけど、シルエットと色がめちゃくちゃちょっと重視してまして、特にカーキはねいろんなカーキといってもいろんなカーキがあるんで、私はちょっとこう色味がくすんでるちょっと落ち着いたカーキ、そういう色の方が気分だったんで、結構それに近いようなちょっとくすんだ感じの色を選びました。なかなかね自分のなんか欲しい感じのパンツがなかなかなかったんです。なくてちょっといろいろ探してたんですけど、これは結構理想に近い感じで良かったです。ドラマとかに書いてもその使用料とか制作費っていうかなんかそのギャラみたいなのはあるけど、そのビビたるもんですよ、使用料に比べたら。その我々と技というかねテーマにしてますね。あとちょっとプロモーションしてもいいもう本当雑誌の半分ぐらいをもう特集でやってくれたんですよ、ページとしては。スペシャルウィークらしいですよね。今回はちょっとゲストを呼ばないでリスナーと皆さんと向き合う形でね。そうすることで巻き爪だったりがにならない、いい爪になる。はい、できるんです。そうなんすね。確かにでも知らなかったわ。そんなアイドルっぽかったりとかで、ロックカルチャーから出たりして、そんなについ最近まで日本でツアーやってたでしょ、X。その中で韓国でイベントを主催するって、そこでもライブして帰ってきまして、で、京都帰って今日はオールナイトとか覚えてます？そのフェスってあの時代の全然10フィート無名な頃に10フィートフェスのいわゆるメッセージテーマの発表ですね。これをちょっと早速やりたいと思います。高速で進む駐車の中の人のこれがいろいろ出てくるんだけど、一番最初に思い出すのは5。
ぶれちゃった。こうやって重なったでしょ。あ、無理だ。他のに近い。ペイペイ連携始まる。オリーブの人増えてます。いろんな時間の先週組んだばかりでまだ少し不安なので、ここはほぐした朝。これこそ俺のソロキャンプ。下半身めちゃくちゃになっちゃいますね。私草のこいつ絶対よしだ。よその落とし方はこいつはクソ。みんなで行く必要ないじゃんって。見切り独り占めできる。あの女せいってのに全部だよ。キャンプにソロをやるために来てんだろうが、自分のことは自分でやる。まずはそして自然を楽しむんだ。自然の中で自分自分がどれくらいできるか。ゲンさんをギャフンと言わせますよ。私どうして勝っちゃうの。いや好きとかはなかけど、なんだかんだでいろいろ教えてくれるし、ご飯も美味しそうに食べてくれるし。いただきます。ただこれは強度も損なわず防水性も優れたものを